皆さんこんにちは。今は静岡大学工学部数理システム工学科の説明会の会場には来ています。じゃあ、数理システム工学科ですね、どんな学生を育成したいか、どんな人材を育成したいかということですね、人と環境に優しいシステムエンジニアですね、これを担うような学生、を、育てたいということです。授業はということですね、モデリング、シミュレーション、最適化などの数理科学とか、プログラミングとかアルゴリズムの情報科学の基礎を、しっかり学んでください。それだと数学と情報だけなので、管理技術であるですね、リスク管理とか環境科学を身につける。で、これでですね、システムエンジニアとしての素養を、作っていくということを考えます。距離のある、マイクで取られる雑音、残響、音声認識性能を低下させてしまう要素がたくさん入ってしまった発話をこちらで取ってちょっと認識結果を、出していきたいと思います。それでは、認識結果もこちらに出ますので、まずもうデモを始めたいと思います。その他周期を獲得しなかったやつらがどうなるかっていうのがここで、違う周期のそのセミが出会ってしまうと、違うやつら同士で交尾してしまうと、そいつらの周期がずれてうまいこと交尾できなくなっちゃって仲間が減っていって絶滅していくっていうふうになっています。でこれを1個間違えると何が起こるかということでちょっと絵を見せますけれども、これ1940年にアメリカで作られたタコマナローズっていう橋です。これもうすでに皆さん揺れてるの分かりますよね。これ大体ですね、風速が19メーターぐらいなんで、台風よりは台風と呼べるかどうかぐらいですよね、日本でいう。だからそんなに珍しい風ではない。でだけどもこんな揺れててでもうすぐ潰れますけども潰れるわけです。だから一歩間違えるとこんな橋ができてしまう。具体的なテーマとしては3つくらいあってですね、社社間のアドホックネットワークっていうのをやっています。で、アドホックっていうのはその場限りっていう意味なんですけども、要は社社間アドホックネットワークっていうのは車と車の間で車が近寄っていったら他の車と通信できるっていうことですね。でこれが何が嬉しいのかっていうと、例えば地震とか災害が起こった時に地区が倒れちゃったらもう何も通信ができなくなってしまうんですね、今の携帯だと。そうじゃなくて、直接通信ができるんだったら地区がなくても通信ができるじゃないか。であるいはこの僕たちだけで扱いたい情報があるとかいう時だけには、最近は通信量の莫大な増加が叫ばれていますので、この中だけでやれば、基地局の通信量を減らすことができるとか、そういったような良いところがあります。ちょっと普段授業でやってる中身をもとにして、システム工学、数理システム工学、それからそれが実際にどんな、情報システムにつながっているかという話を、紹介していきたいなと思います。こんにちは。オープンキャンパスお疲れ様です。今日はどこからお越しになりましたか？掛川からです。掛川から来ました。はい。それでは希望の学部学科について教えてください。情報学部で情報科学科です。はい。工学部で数理システム工学科です。はい、ありがとうございます。それでは今日のオープンキャンパス、どのような印象を持たれましたか？はい、静岡大学の雰囲気がよく分かって大変参考になりました。ホームページで見るよりやっぱり実物を見たことで、雰囲気を知ることができました。はい、ありがとうございます。それでは最後に静大で学びたいことについて教えてください。そうですね、コンピューターのさまざまなシステムを作るための学習をしたいと思ってます。人が快適になれるようなシステム作りができるような知識をつけたいと思っています。はい、ありがとうございます。
勉強頑張ってください。